健三さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。こんにちは、もきさん。こちらこそよろしくお願いします。週末はどうでしたか？どこか行きましたか？いや、特に出かけませんでした。家でゆっくり本を読んでいましたよ。もうきさんは？私は友達とカフェに行きました。新しくできた喫茶店なんですけど、すごくレトロで素敵でした。へえ、いいですね。どこのカフェですか？渋谷にある小さな喫茶店です。あ、そういえば健三さん、夢について考えたことありますか？夢ですか？急にどうしました？いや、そのカフェで友達と将来の話をしていて、ふと思ったんです。健三さんは子供の頃何になりたかったんですか？なるほど。面白い質問ですね。じゃあ今日は夢について話しましょうか。はい、楽しみです。それで、健三さんの子供の頃の夢は何だったんですか？そうですね。実は新幹線の運転士になりたかったんです。新幹線ですか？かっこいい。小学生の頃、よく父に連れられて東京駅に行ったんです。ホームに立って新幹線が入ってくるのを見るのが好きで、あの大きな白い車体がスーッと静かに滑り込んでくる瞬間がね、本当に美しかったんですよ。わあ、想像できます。それで運転士になりたいと思ったんですね。ええ、時速300キロで走る機械を操縦して全国の人々を安全に運ぶ。子供の頃の私にはそれが世界で一番かっこいい仕事に見えました。でも、今は会社員ですよね。そうです。普通のオフィスワーカーです。新幹線とは全く関係ない仕事をしています。そうなんですね。私も似たような感じです。実は漫画家になりたかったんです。漫画家ですか？はい。中学生の頃、毎日のように絵を描いていました。少女漫画を描いて、いつか雑誌に載せたいって夢見ていたんです。でも、今は全然描いていません。そうだったんですね。でもね、モーキさん。夢が変わるのは悪いことじゃないんですよ。そうなんですか？ええ、むしろ自然なことです。でも、ここで一つ質問です。なぜ夢は変わるんでしょうか？そして、変わった夢は本当に消えてしまったんでしょうか？考えたことなかったです。じゃあまず大事な言葉を2つ教えましょう。夢と目標です。夢と目標？違うんですか？はい、少し違います。夢というのは大きくて感情的で、時には現実離れしているもの。例えば、世界一の漫画家になりたいとか。なるほど。一方、目標は具体的で計画的で測定できるもの。例えば、今月中に漫画を1本完成させるとか。あ、わかります。目標の方が現実的なんですね。そうです。夢は富士山のようなものです。遠くから見ると美しくて登りたいと思う。でも実際に登るには一歩一歩小さな目標が必要なんです。素敵な例えですね。でも、健三さん、私は思うんです。大きな夢がないと人生ってつまらなくないですか？それはそうかもしれませんが、現実も見ないと。でも、夢があるから頑張れるんじゃないですか？目標だけだと小さくまとまっちゃう気がします。みつきさんの言いたいことはわかります。でも、例えば、私がまだ新幹線の運転士になりたいと思っていたら、40歳を過ぎた今から訓練を始めるのは現実的じゃないでしょでも、チャレンジすること自体は素晴らしいと思います。う。そうですね。でも、時間も限られているし、他にやりたいこともあるし、全部は追いかけられません。じゃあ、健三さんの今の夢は何ですか？
新幹線じゃないなら。実は、小さな本屋を開きたいんです。それは素敵な夢ですよ。なんで早く言わなかったんですか？だってお金もないし、経営の経験もないし、現実的じゃないでしょだからこそ、小さな目標から始めればいいじゃないですか。健三さん、さっき自分で言ったじゃないですか。う。確かに、自分の言葉が返ってきましたね。例えば、毎月本を10冊読む。本屋の経営について勉強する。休みの日にいろんな本屋さんを訪ねる。これなら今すぐできますよね。なるほど。モーキさんは正しいかもしれません。大きな夢を持つのは大切。でも、それを小さな目標に分けることも大切なんですね。そうです。両方必要なんです。夢が方向を教えてくれて、目標が道を作ってくれる。いい表現ですね。夢と目標、両方が人生を豊かにする。これが今日の最初の学びです。実は、健三さん、私の失敗の話をしてもいいですか？もちろんです。聞かせてください。さっき、漫画家になりたかったって言いましたよね。あれ、本気だったんです。高校生の頃、毎日4時間も5時間も絵を描いていました。それはすごいですね。作品を集英社の新人賞に応募したんです。1回目、2回目、3回目、全部落ちました。それは辛かったでしょ審査員からのコメントは毎回同じでした。絵は上手だけどストーリーが浅いって。3回目に落ちた時、もう無理だと思って諦めました。う。じゃあ一緒に考えてみましょう。何が起こったのか。なぜそうなったのか。まず、モーキさんの夢は何でしたか？正確に。プロの漫画家になって少女漫画雑誌に連載を持つこと。それが夢でした。わかりました。それで何がうまくいかなかったんですか？ストーリーが面白くなかった。絵は描けたけど、心に響く物語が描けなかったんです。なぜだと思いますか？なぜ物語が弱かったんでしょ多分、人生経験が足りなかったから。10代の私には深い感情とか複雑な人間関係とかそういうのが描けなかった。う？なるほど。それでこの経験から何を学びましたか？技術だけじゃ足りないってこと。心も必要。そしてタイミングも大切だってこと。もし今もう一度やり直すとしたら何を変えますか？もっといろんな経験をすると思います。旅行したり、いろんな人と話したり、たくさん本を読んで映画を見て、人生を深く知ってからもう一度挑戦するかもしれません。じゃあ、その夢は本当に終わったんですか？今のモーキさんは10代のモーキさんよりもっとたくさんの経験を持っているでしょう。そうですね。確かに。皆さんも同じです。失敗した夢があるかもしれません。でもそれは本当に終わりですか？それともただ一時停止しているだけですか？今週一つ質問を自分にしてください。私の古い夢をもう一度見てもいいんじゃないか。と。さて、夢を追いかけるための3つの原則を教えましょお願いします。う。1つ目は、小さく始める。大きな夢を持つのはいいですが、最初の一歩は小さくていいんです。例えば、本屋を開きたいなら、まず週に1冊、本屋経営に関する本を読む。ピアニストになりたいなら、まず1日10分だけ練習する。私も英語を勉強し始めたとき、毎日30分だけって決めました。それです。2つ目は、人に話す。
夢を誰かに話すと、それが現実に近づきます。でも、日本では大きな夢を話すのってちょっと恥ずかしくないですか？そうですね。だから、信頼できる友達や家族に話すといいです。応援してくれる人を選んで。私が日本語を勉強したいって友達に言ったら、先生を紹介してくれました。素晴らしい例ですね。そして3つ目は、失敗を計画する。失敗を計画する？はい。全部がうまくいくとは限りません。困難があることを前提に、それでも続ける覚悟を持つんです。日本には、花転び八起きということわざがあります。7回転んでも8回起き上がる。転ぶことは問題じゃない。起き上がることが大切なんです。かっこいい言葉ですね。でも、モーキさん、そして聞いている皆さん、一つ厳しい真実を言わなければなりません。何ですか？すべての夢が叶うわけではありません。頑張っても努力しても叶わない夢もあるんです。それは悲しいですね。悲しいですが、これを知ることは大切です。なぜなら、夢が叶わなくても、あなたの価値は変わらないから。そして、一つの夢が終わったら、新しい夢が見つかるかもしれないから。新しい夢。大切なのは、結果じゃなくて、過程です。夢を追いかけることで、あなたは成長するんです。だから、私が漫画家にならなくても、絵を描いた時間は無駄じゃなかったんですね。その通りです、モキさん。じゃあ、現実的な質問をいくつかしましょう。もしという話です。面白そうです。例えば、カフェを開きたいけど、お金がない。モーキさんならどうしますか？まず、カフェでアルバイトします。そこで仕事を学びながらお金を貯める。それから小さく始める家でコーヒー教室とか？素晴らしい。お金がなくても、できることはたくさんあります。じゃあ私から質問です。健三さんは本屋を開きたいけど仕事が忙しい。時間がない。どうしますか？難しい質問ですね。多分、朝30分早く起きます。その時間で本屋について勉強する。週末にはいろんな本屋を訪問してオーナーと話す。それ5年くらいかかりますよね。かかるでしょうね。でも5年後は必ず来ます。準備している方がいいでしょ確かに。う。もう一つ。これは日本でよくある問題です。家族が反対したらどうしますか？難しいですね。家族は大切だから。そうです。だから、まず小さく始めて、結果で証明する。副業として始めて、うまくいったら家族も安心します。日本では家族の意見はとても大切です。でも、あなたの幸せも大切。バランスを見つけることが大事なんです。最後の質問。もし年齢が問題だったら？ 30 歳とか40歳とか遅すぎると思ったら？日本には面白い言葉があります。60の手習い。60歳でも新しいことを学べるという意味です。遅すぎることはありません。今日が一番若い日なんですから。健三さん、たくさん話しましたね。でも、本当の夢をまだ話してないでしょ？本屋のことを話しましたよ。本屋は夢です。でも、一番大きな夢じゃないでしょ？本当のことを言います。はい。私の一番大きな夢は、作家になることです。小説を書くこと。本当ですか？なぜ今まで言わなかったんですか？実は、10年前、小説を書いていたんです。毎晩、
仕事が終わってから2時間書きました。1年かかって1冊完成させました。すごいじゃないですか。出版社に送りました。5社に。でも全部断られました。面白いけど売れないと思いますと言われて、それで、あちまめました。今も書きたいですか？はい、毎日思います。電車で人を見ると、この人の物語は何だろうって考えます。夜寝る前に頭の中でストーリーを作ります。でも、怖いんです。何が怖いんですか？また失敗したら、もう一度夢が壊れるのは耐えられません。健三さん、さっき私に何と言いましたか？古い夢をもう一度見てもいいって。自分の言葉を信じてください。そうですね。自分のアドバイスを聞くのは難しいです。じゃあ約束してください。わかりました。約束します。今週からまた書き始めます。毎日30分だけ小さく始める自分のアドバイスを使います。私も約束します。また絵を描き始めます。じゃあ一緒に頑張りましょはい。一緒にう。さて、今日学んだことをまとめましょう。3つの大切なポイントです。お願いします。1つ目、夢は変わってもいい。でも消えません。形が変わるだけで心は残ります。私の漫画の夢は、今は創造的な仕事がしたいという夢になりました。それです。2つ目、小さく始めることは恥ずかしいことじゃない、賢いことです。日本では完璧を求めすぎて始められないことが多いですよね。そうなんです。でも、すべての達人も最初は初心者でした。小さな一歩も一歩なんです。三つ目は何ですか？ 3つ目、一番大切なこと。夢を持つことは生きる理由です。生きがいですね。その通り、日本語で生きがいという言葉があります。生きる理由、生きる目的。夢は私たちの生きがいの一つなんです。夢がある人は朝起きる理由があります。疲れても明日はもう少し近づくって思えます。結果は大切じゃない。過程が大切。夢を追いかけることで私たちは成長するんです。じゃあ今日の課題は何ですか？紙を1枚取ってください。3つの質問に答えてください。1つ、私の夢は何ですか？大きくても小さくてもいいです。2つ、その夢の最初の一歩は何ですか？ 3 つ、今週その一歩を踏み出せますか？書くだけで夢は少し現実に近づきますよ。私たちも書きます。一緒にやりましょう。勉強の時間です。今日使った大切な日本語を復習しましょう。1つ目の言葉は、夢。夢と読みます。夢を見る。私の夢は、夢が叶う。私の夢は日本語を上手に話すことです。2つ目は、目標。目標と読みます。目標を立てる。目標を達成する。今月の目標。今月の目標は漢字を50個覚えることです。3つ目は、諦める。諦めると読みます。諦めないで夢を諦める。簡単に諦めない。諦めないで。4つ目は、生きがい。生きがいと読みます。これは特別な日本語の言葉です。生きる理由、人生の目的という意味です。私の生きがいは新しいことを学ぶことです。もう一回一緒に言いましょう。夢、目標、諦めない、生きがい。夢、目標、諦めない、生きがい。
皆さん、今日のエピソードを最後まで聞いてくれてありがとうございます。日本語を勉強することも一つの夢ですね。そして今、あなたはその夢を追いかけています。素晴らしいです。誇りに思ってください。私も日本語を勉強しているとき、難しいと思いました。でも、毎日少しずつ、今、こんなに話せます。あなたもできます。信じてください。覚えていてください。小さな一歩も一歩です。今日のあなたは昨日のあなたより上手です。それで十分です。次回のエピソードは、日本語で失敗について話す方法です。失敗は恥ずかしいことじゃありません。失敗から学ぶことができます。私たちの恥ずかしい失敗の話もシェアします。楽しみにしていてください。このエピソードが役に立ったらいいねを押してください。そしてコメント欄で教えてください。あなたの夢は何ですか？日本語でも英語でもいいですよ。私たち全部読みます。それでは皆さん、また次回夢を持ち続けてください。頑張ってください。さようなら。じゃあねー。